太陽フレアの脅威、宇宙の爆発が地球を揺らす理由。私たちの生活はいつも通りのように見えて、実は宇宙の気まぐれに大きく左右されています。もしあなたが明日の朝、スマホがつながらなくなり、電車の位置情報もずれて GPS まで狂ってしまったら、その原因は空のずっと向こう、太陽で起きた巨大な爆発かもしれません。そう、今回のテーマは太陽フレア。地球の100倍以上もある太陽の表面で磁力のねじれが弾け飛ぶことで起こる自然界最大級のエネルギー現象です。時には数秒で原子爆弾何億発分ものエネルギーが解き放たれ、光と高エネルギー粒子が地球へと駆け抜けていきます。そんな危ないものがいつも宇宙で起きているのを、そう思った方もいるかもしれません。実はその通り、太陽は常に活動しており、フレアは珍しいものではありません。ただし、稀に発生する超巨大フレアは、私たちの生活に大きな影響を与えることがあります。オーロラを美しく輝かせる一方で、通信や電力網にトラブルを起こすことも。この動画では、そんな太陽フレアの正体と、私たちの暮らしへの影響、そして備えについて、初心者にもわかりやすく解説します。それでは、宇宙の天気予報の世界へご案内しましょう。まずは、太陽フレアとは何かをしっかり押さえておきましょう。一言で言うと、太陽フレアとは太陽表面で起きる巨大なエネルギーの爆発です。けれど、その実態は単純ではありません。火薬が爆発するわけでも、太陽が燃え上がるわけでもありません。ここで鍵を握るのは、太陽の磁力、つまり磁場です。太陽は常に内部でドロドロのプラズマが激しく動き回っています。その動きが複雑な磁場を生み出し、時にはゴムの輪ゴムがねじれるように磁力線がぐちゃぐちゃに絡み合います。そして限界までねじれた磁場が一気に解放される瞬間、その瞬間に発生するのが太陽フレアです。この爆発は私たちの想像を軽く飛び越えています。フレアが放つエネルギー量は原子爆弾の数十億発分とも言われ、わずか数秒から数分の間に解き放たれます。光や高エネルギー粒子、さらには電磁波が太陽から一斉に飛び出し、宇宙空間へと広がっていくのです。太陽フレアの特徴は、とてつもなく速いということ。光の速度で地球に届く X 線や紫外線は、フレア発生からわずか8分後には地球に到達します。音速で移動する爆音とは比較にならない。まさに宇宙の閃光と言えるでしょう。また、太陽フレアに続いて発生することが多いのがコロナ質量放出 CME。これは太陽の外層から大量のプラズマが吹き飛ぶ現象で、ゆっくりとした可電粒子の嵐が地球へ向かってくることがあります。CME は数十時間から数日かけて地球に到達し、後に紹介する磁気嵐を引き起こす原因になります。つまり太陽フレアとは、太陽の内部で生まれた磁力エネルギーが一気に解放されることで起きる宇宙最大級の爆発現象であり、その影響は高速で地球に届くこともある。これが太陽フレアの基本的な仕組みです。では、この宇宙の爆発は私たちの暮らしにどんな影響を与えるのでしょうか。次の章ではフレアの強さの分類、そして地球への影響について詳しく見ていきます。次に、太陽フレアにはどんな種類があるのかを見ていきましょう。実は、太陽フレアの強さは世界共通の基準で分類されています。その基準はとてもシンプルで、A、B、C、M、X という5つのアルファベットに分かれています。これは、フレアが放つ X 線の強さを元にした分類で、A が最も弱く、X が最強。まるで暴風雨の階級や地震の震度のように、強さのイメージをつかみやすくするための指標です。具体的に言うと、A クラスや B クラスは、
ほとんど地球に影響を与えないレベル。太陽では毎日のように起きている、ごく日常的な揺らぎのようなものです。C クラスになると観測データとしてははっきりと確認できますが、それでも地球の通信や機器に目立った影響は出ません。ここまではいわば太陽の小さなストレッチ運動といったところでしょう。ところが M クラスになると話が変わります。M クラスは中規模フレアに分類され、場合によっては高緯度地域でオーロラの活動が活発になったり、短波通信に小さな乱れが起きることがあります。そして最も警戒されているのが X クラス。これは太陽フレアの最強ランクで、時には地球の通信システムや衛星、電力網にまで影響が及ぶことがあります。さらに同じ X クラスでも数字によって強さが大きく変わります。例えば X1 と X10 ではエネルギーが10倍違います。そして歴史上観測された中には X20 を超える超巨大フレアも存在しました。こういった規模のフレアは地球のテクノロジーに重大な影響を与える可能性があるため、世界中の宇宙天気観測機関が24時間体制で監視しています。また太陽フレアはしばしば CME コロナ質量放出を伴うことがあります。先ほど触れた通り、CME は太陽の大気が吹き飛ぶ大規模イベントで、大量のプラズマが宇宙空間を移動します。もし X クラスのフレアと CME が同時に地球方向へ放たれた場合、後に発生する磁気嵐の規模が大きくなる可能性があります。つまり、太陽フレアの分類は単に強さを知るための指標ではなく、どの程度の影響が地球に及ぶ可能性があるのかを判断するための重要な情報なのです。では、この強力な宇宙現象がどのように私たちの生活に影響を与えるのか、次の章でその具体的な影響を詳しく見ていきましょう。ではここから太陽フレアが地球にどんな影響を与えるのかを具体的に見ていきましょう。実は太陽フレアそのものは地球そのものを壊すような現象ではありません。太陽と地球の距離は1億5000万キロもあり、フレアの熱が直接届くことはないからです。しかし、フレアが放つ電磁波や粒子の嵐は地球の技術や環境に様々な影響を及ぼします。まず、最も早く届くのが X 線や紫外線などの電磁波です。これらは光と同じ速度、つまり高速で移動するため、フレアが起きてわずか8分後には地球に到達します。これによって地球の上空にある電離層が急激に変化し、短波通信が乱れたり、航空機の交信が一時的に遮断されたりすることがあります。次に影響が現れるのが、フレアとセットで発生することが多い CME コロナ質量放出です。 CME とは太陽の大気から大量のプラズマが吹き飛ぶ現象で、これが地球に到達するまでに数十時間から数日かかります。このプラズマの嵐が地球の磁場にぶつかると、磁気嵐と呼ばれる現象が発生します。磁気嵐は地球の磁場が大きく乱れる現象で、これが起きると様々な影響が出てきます。最も有名なのはオーロラの増加です。北極や南極だけでなく、強力な磁気嵐が起きた場合、北海道や東北でも鮮明なオーロラが見えることがあります。これは美しい現象として知られていますが、一方で別の問題も引き起こします。磁気嵐は地球を周回する人工衛星に強いストレスを与えます。電子機器の誤作動、通信障害、GPS のズレ、観測データの乱れなど、現代社会を支える技術が影響を受ける可能性があります。特に GPS の誤差は、飛行機の航行、物流のルート管理、スマホの地図アプリなど、私たちの日常生活にも直結しています。さらに深刻なのが、電力インフラへの影響です。磁気嵐が強力になると、地中に流れる電流、いわゆる地磁気誘導電流が増加し、電力網に負荷がかかることがあります。実際に1989年にはカナダのケベック州で
強烈な磁気嵐が原因で大規模停電が発生しました。たった90秒で電力網がダウンし、600万人が暗闇の中に取り残されました。この事例は、太陽フレアと磁気嵐が現代社会にとって無視できないリスクであることを象徴しています。また、航空業界にも影響があります。高緯度を飛行する飛行機では通信障害が起きやすくなるため、太陽活動が活発な時には飛行ルートが変更されることもあります。これは安全性を保つための対策であり、乗客が気づかないところで宇宙天気が航空運航に影響を与えているのです。そしてもう一つ重要なのが宇宙飛行士への影響です。宇宙ステーションに滞在するクルーはフレアの高エネルギー粒子によって被曝量が増えるため緊急で退避することがあります。宇宙空間では地球の磁場という防御シールドが弱まるためより直接的に粒子を浴びてしまうのです。ここまで聞くと太陽フレアは恐ろしい災害のように感じるかもしれません。しかし実際にはほとんどのフレアは小規模で地球への影響はわずかです。問題になるのは X クラスなどの巨大フレアが CME とセットで地球に向かってきたとき、その場合に備えて NASA やNOAA、日本の NICT など世界中の宇宙天気機関が24時間体制で観測しているのです。つまり太陽フレアは美しいオーロラの原因になる一方で現代社会のテクノロジーに負荷をかける、まさに光と影を持つ宇宙現象だと言えるでしょう。次の章ではそんな太陽フレアの監視体制や予報の仕組み、そして私たちができる備えについて掘り下げていきます。では次に、太陽フレアはどのように観測され、どの程度予報できるのかについて見ていきましょう。私たちが普段目にする天気予報と同じように、宇宙にも天気が存在します。それが宇宙天気予報です。宇宙天気予報の目的は、太陽活動を監視し、その影響が地球にどのように及ぶのかを先読みすること。特にフレアによる電離層の変化や CME に伴う磁気嵐の発生は通信、GPS、電力インフラに関わるため世界中の機関が24時間体制で監視しています。まず中心となるのがアメリカの NASA とノーアスキーアート、米国海洋大気庁です。ノーアスキーアートの中でも SWPC 宇宙天気予報センターは地球に届く太陽の影響を監視する最前線。太陽望遠鏡や複数の衛星を駆使し、フレアが発生した瞬間や CME が放出された方向、速度、規模をリアルタイムで解析しています。日本では NICT 情報通信研究機構が宇宙天気の観測を担っています。太陽観測衛星、日の出や地上の観測網を使い、太陽表面の磁場の変化、黒点の発生、電離層の状態などを細かくモニタリング。航空会社や電力会社にも情報を提供し、社会インフラを守る、縁の下の力持ちの役割を果たしています。では、太陽フレアはどのくらい予測できるのでしょうか。結論から言うと、完全な予報はまだ不可能です。太陽内部の磁場は複雑に変動しており、どの瞬間に磁力線が爆発するかをピンポイントで当てるのは非常に難しいのです。しかし、科学者たちは徐々に精度を高めています。例えば、黒点の形状や磁場のねじれ具合から、フレアが発生しやすい状態かどうかを判断することができます。これは、地震の予知が難しい一方で、地震が起きやすい場所がわかるのに少し似ています。また、CME については、太陽観測衛星が放出の瞬間を捉えれば、その到達時刻、速度、規模はある程度予測できます。CME は高速ではなく数百から数千キロメートル毎秒のスピードで進むため、数十時間から数日の猶予があります。その間に航空機の飛行ルートを変更したり、衛星の運用モードを切り替えたり、電力網の負荷を調整したりすることで被害を最小限に抑えることができます。さらに近年では、
AI を使った太陽活動の予測モデルも研究されています。過去の太陽観測データを学習させ、黒点の動きからフレアの発生確率を推定する試みなど、技術は確実に進化しています。将来的には、地上の天気予報と同じように、明日はフレアが発生しやすいといった情報がより正確に提示できるようになるかもしれません。私たち一般の人が利用できる情報源もすでに存在します。NASA やノアスキーアート、NICT などが公開している宇宙天気のウェブページでは、太陽表面のリアルタイム画像、フレアの発生状況、黒点の位置、CME の到達予測などを誰でもチェックできます。スマートフォンのアプリでも宇宙天気を確認でき、太陽がどれほど活発に動いているかを日常的に知ることができます。こうして見ていくと、太陽フレアは予測が難しい脅威でありながらも、世界レベルで監視体制が整っていることがわかります。人類は太陽という巨大な天体の動きを読み解くために膨大な観測網を築き、科学の力で備えようとしているのです。次の章では、この太陽活動に周期がある理由、そして私たちがどのように備えるべきかについて解説していきます。太陽フレアには、実は強まりやすい時期があることをご存知でしょうか。それを理解するためには、太陽が持っている11年周期というリズムを知る必要があります。これは、太陽活動周期と呼ばれており、太陽の表面で見られる黒点の数を基準にしています。黒点とは、太陽表面に現れる濃い斑点のこと。温度が周囲より低いため黒く見えますが、実はこの黒点こそ、強い磁場の集中を示すサインです。黒点が多い時期は、太陽の磁場が複雑にねじれ、フレアや CME が発生しやすくなります。つまり、黒点が増えるイコール太陽が活発になるイコールフレアが増えやすいというわけです。この黒点の数が最多いになるのが、太陽活動のピーク、極大期。反対に、黒点がほとんどなくなる静かな時期が、極小期です。この極大期と極小期は、およそ11年ごとに入れ替わります。まるで太陽自体が深呼吸をするかのように、活動が強まったり、落ち着いたりを繰り返しているのです。では、この周期はどうやって生まれるのでしょうか。実は、太陽の内部で起きている磁場の反転が深く関係しています。太陽は、約11年ごとに南北の磁極が入れ替わります。その過程で、太陽内部のプラズマの流れが変化し、磁場がねじれやすくなることで活動が活発化します。つまり、太陽の磁場がひっくり返るタイミングこそが、フレアが増えやすい時期なのです。そして、近年注目されているのが、現在の太陽活動周期は活発になる可能性が高いという研究です。実際、2023から2025年は太陽活動が強まると予測されており、NASA やNOAAも警戒を強めています。X クラスのフレアが増える可能性があり、それに伴う磁気嵐や通信への影響にも注目が集まっています。ただし、極大期だからといって必ず巨大フレアが起きるわけではありません。反対に、極小期でも突発的に強力なフレアが発生することもあります。太陽は非常にダイナミックで、完全に予測することはまだ難しいのです。重要なのは、太陽の活動には周期があり、今どの段階にあるのかを知ることで、地球への影響をより正しく理解できるということです。宇宙天気予報が重視されるのも、この周期的な変化と深く関係しています。次の章では、もし巨大フレアが地球に向かった場合、私たちがどのように備えればよいのか、その具体的な方法について解説していきます。太陽フレアは日常的に起きている自然現象です。しかし、稀に発生する巨大フレアや強力な磁気嵐は、現代社会のテクノロジーに影響を及ぼす可能性があります。そこで、この章では、私たちができる現実的な備えについてお話しします。とはいえ、過度に心配する必要はありません。地震や台風の備えと同じように、
落ち着いて準備しておくことで十分対応できます。まず重要なのは、情報を得られる手段を確保しておくことです。太陽フレアに伴うトラブルの中で、最も身近なのは通信の乱れです。スマホの電波がつながりにくくなったり、GPS が正しく働かなくなったりする可能性があります。そんな時のために、複数の情報源を持っておくことが大切です。例えば、モバイルバッテリー、ワイド FM 対応のラジオ、予備の充電ケーブルなど、停電時にも使える道具を一つ備えておくだけで安心感が大きく変わります。次に、電力の確保です。巨大磁気嵐が発生した場合、電力網に負荷がかかり、一部で停電が起きる可能性があります。1989年のカナダ、ケベック州での大規模停電は、まさにその典型例です。とはいえ、日本の電力インフラは強固に設計されているため、大規模停電が頻繁に起きるとは考えにくいのですが、念のため備えておくことに越したことはありません。モバイルバッテリーや小型のポータブル電源、懐中電灯、乾電池などは防災用品としても役立ちます。さらに、水、食料のストックも基本です。もし物流や通信に影響が出た場合、一時的に情報が入りづらくなることがあります。その間を乗り切るために、数日分の飲料水とレトルト食品を備えておくと安心です。これは太陽フレアだけでなく、台風や地震などあらゆる災害への共通の対策になります。また、電子機器のバックアップを習慣にすることも有効です。例えば、スマホのデータをクラウドに保存したり、パソコンの重要なファイルを外付けストレージにコピーしておくなど、万が一、電子機器にトラブルが起きても困らないようにしておくことができます。太陽フレアによる電子機器の故障は稀ですが、日常的なリスク管理として非常に有効です。そして、宇宙天気情報に目を向けることも、備えの一つです。NASA、ノーアスキーアート、NICT などが提供する宇宙天気情報は、スマホでも簡単にチェックできます。太陽活動が今どれくらい活発なのか、強い磁気嵐の可能性はあるのか、こうした情報を知っておくだけで、いざという時の判断が落ち着いてできるようになります。まとめると、太陽フレアへの備えは特別なものではなく、情報源を複数持つ、電力を確保する、食料と水を備蓄する、データをバックアップする、宇宙天気に関心を持つ、この5つで十分です。宇宙のスケールで起きる現象に備えるというと難しく聞こえますが、実際の対策はとても地に足のついたものです。私たちは太陽の気まぐれを完全にコントロールすることはできなくても、科学と準備の力で安全に乗り越えることができます。次の章では、ここまでの内容を簡単に振り返り、太陽フレアという現象の全体像を一緒に整理していきましょう。ここまで太陽フレアという宇宙のダイナミックな現象について基礎から影響、そして備えまでを見てきました。最後に今日のポイントを一緒に振り返っておきましょう。太陽フレアとは太陽の磁場がねじれ限界に達した瞬間に解き放たれる巨大なエネルギー爆発でした。この現象は X 線や紫外線、そして大量の粒子を宇宙空間へと放出し、時にはわずか8分で地球に影響を与えるほどスピーディーです。フレアには AX までの強度分類があり、特に X クラスは通信や電力、GPS、人工衛星など、現代社会の技術に影響を及ぼす可能性があります。さらに CME と組み合わさると、磁気嵐が発生し、美しいオーロラを生む一方で、インフラに負荷をかけることもありました。しかし、太陽フレアは突然の脅威ではありません。NASA、ノーアスキーアート、NICT など世界中の機関が24時間体制で監視し、宇宙天気予報として一般にも公開されています。また、太陽は11年の周期で活動が強まり、それによってフレアの発生が増える時期もある程度把握されています。そして備えに関しては、特別なことをする必要はありません。
通信や停電に備えてモバイルバッテリーやラジオを用意する。データをバックアップする。そして宇宙天気情報に少しだけ関心を持つ。こうした日常的な対策だけで十分にリスクを抑えることができます。私たちの頭上では毎日太陽という巨大な星がダイナミックに活動しています。その力強さを知ることは恐れることではなく、むしろ宇宙の壮大さを感じることにつながります。今日の内容があなたが空を見上げるたびに太陽ってすごいなと感じる小さなきっかけになれば嬉しいです。今回の動画が役に立ったと感じていただけたら、チャンネル登録や高評価で応援していただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。